皆さんこんにちは。イースターマリオのヒロです。今回は前回のビデオに引き続き、レブの2ページ目をやっていきたいと思います。前回のビデオが11小節目までやったので、今日は12小節目からやってみたいと思います。まず、前回に引き続き音のチェックです。こういう右と左が若干違うような楽譜は、まず右手だけ左手だけ、で読んでもいいです。なので今、だいたい4小節間、音をさらったので、次はまず左手だけやってみたいと思います。次の音。次の音。次の音。ということで、お分かりですが、音は、左手の音はオクターブ上がるけど、ずっと繰り返されてますね。はい、じゃあ次右手だけ。最後だけが違います。では、もう一回確認します。テンポプリモから。で、1オクターブ上がります。で、これが上がって、という風に出来上がりました。はい、次に、まずテンポプリモ12小節目を見てください。12小節目の3拍目の裏から4拍目にかけては右手の特殊奏法が書いてあります。特段数は決まっていないんですけれども、なるべく多い回数叩いてみて、あとは表現力を出しながらということなので、楽譜を見てもらってもわかると思うんですけど、16音符から8音符になっているので、最初早くということなので、おそらく、こういう形になればいいと思います。実際にこういうのは、やってみないとわからなかったり、見てみないとわからないので、特殊奏法に関して言えば。なので、新しい曲を始めるときはその人が実際に弾いている音源などを使用してみて、見てみると分かりやすいと思います。はい。テンポプリモで今、ちょっと自分でやってみたんですけど、意外にテンポが速かったです。で、今弾いてみて一番効果的だったのは、おそらくロールをつなげて次のに入るのがいいので、こういう風に残していって、もう少しうまいことなんかできるようになったら、ここのセクションはいいんじゃないでしょうか。はい。では次のセクションに行ってみます。16小節目は、2拍。4分の2でお休みで、17小節目から行ってみたいと思います。はい。今、24号、25小節目まで弾いてみました。基本的には、テンポプリモのセクションの音、の弾き方がちょっとバリエーションが増えただけなので、音をさらうのはそんなに難しくないと思います。はい。で、違いがあるのが25小節目が、その流れでは違うので、25小節目だけもう一度解説してみたいと思います。はい。こういうことですね。おそらくこの流れは3ページ目とか4ページ目にも続いていく新しいリズム体系になっているんではないでしょうか。それでは17小節目からもう一度今度は強弱などを確認しながらやってみたいと思います。アクセントがついているのは一番高い音なので、はい。ということでずっとこの音をが多く出したい。多く出したいというよりは高いので一応これをメロディー体系として弾いてくださいということだと思います。ので、アクセントが書いてあるからといってむやみにこれだけでかく弾けばいいということではないと思います、このセクションは。はい。で、音が基本的に変わるのは、左手。なので、和音の体系が変わった時に、他の音の弾き方も自然と変わってくるので、同じようには弾かないように気をつけてみましょう。
になると思います。で、同じことの繰り返しなので、書いてないんですけど、ちょっと大きくして、ちょっとデクレッシェンドしたりとかいうのは、絶対にした方がいいです。ずっと同じなので、書いてないことでも、ちょっとでもやらないと音楽は退屈になってしまいますので、そういうところは気をつけた方がいいですね。だいたいテンポは100ぐらいですかね。テンポ100ぐらいなので、ちょっと100ぐらいでやってみたいと思います。ちょっと弾けないかもしれませんけど。間違えましたけど、一応大体インテンポではいけました。初見でやるには、テンポ100は結構早いので、テンポ80ぐらいからやってみると、いいんではないでしょうか。そんなに時間が経ってないので、もう少し行ってみたいと思います。今から3ページ目に入ります。26小節目です。はい、25小節目と同じですね。はい。それではゆっくりですが、テンポ80ぐらいで、25小節目からやってみたいと思います。これがまた新しいセクションになります。なので、17小節目からのセクションの次が、このセクションが入って、33小節目からは、おそらく、音がちょっと変わりかもしれませんね。もう一回、そこから見てみましょう。33小節目です。はい、こっからは音がどんどん変わっていきますね。今弾いてみたらわかるんですけど。じゃあゆっくりもう一回言ってみたいと思います。こういう形になると思います。で、このリズムのパターン、外側から4、3、2、1なんですけど、4、3、1、2の、で弾くのがかなり多く出てきてます。今日の練習の中で。で、4、3、1、2のパターンが弾けないとこの曲を弾くのが難しいです。なので、曲をやりながら、その4、3、1、2のリズムのパターンを体得していくのもいいんですけど、エクササイズとしては、こういうエクササイズがあります。ドとファとソとドンを置きます。こういう風に弾きます。で、4回ぐらいいったら次は1音ずつ上がります。次はレラ、レソ、レラ、レソ、レラ、レソ。で、また上がってミシミラ、ミシミラ。ド、ファ、ソ、ドの4度でやってみてください。で、それができたら今度は広げて5度でやってみてもいいし、さらに広げて6度で。こういうエクササイズをしていると、この曲に対応することができます。で、右手をやってわかるように、とか、音が変わるとこと変わらないとこがあって、インターバルが変わってきます。なので、そういうインターバルの練習も
してみていいと思います。してみた方がいいと思います。例えば33小節目の右手を見てください。はい。レは変わってないんですけど、この C らしい奏が変わってます。なので、これが弾けない、このインターバルを変える練習としては、こういうことができます。両方一緒に同時に打ちます。同時に打って、変える練習です。これは基本的な練習なので多分、誰でも思いつくんですが、要点としては音を変えた後にすぐ次の音に移る練習もしてみるといいです。例えばこういう形です。打った後にすぐ次の音に行きます。この場合はシからラです。なので、シとレを同時に打った後にすぐこっちに行って準備する。わかりますね。これがダメな例です。ダメな例というか別にいいんですけど、もっと早く準備しとけば次の音に入るときに余裕ができるので、さっさと準備をするということで、動く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 。こうすることで筋肉も大体覚えます。に合わせる。ただ闇雲に曲を何回も何回も通してやるよりは、こういう練習を取り入れることで、ちょっと違ったアプローチができるので、練習もちょっと飽きづらくなるし、自分の脳みそもしっかり使って考えながら練習ができるので、練習もはかどると思います。今日は、もう3ページ目まで来たので、動画はここまでにしたいと思います。で、また明日、4ページ目からやっていきたいと思います。それでは皆さん今日も練習頑張ってね。